皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿仙にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経妙音菩薩本第24をお届けいたします。この章では、遥か東方の世界から、釈尊の説法を聞きに訪れる妙音菩薩が登場します。そのお姿は、自在にあらゆる姿に変化して、人々を救う。深い三昧の知恵を備えた菩薩としての理想的な姿として描かれています。この章を通じて釈尊は、法を説くとは、ただ相手に信仰を押し付けることではなく、相手に応じて、姿や言葉を変え、その相手にふさわしい方法で寄り添いながら導いていくことの大切さを示される、極めて重要な章となります。自らを磨きながら、他者を思いやり、慈悲の心を持って、共に歩むことの大切さを私たちに気づかせてくれることでしょう。それでは、どうぞ最後までお付き合いください。その時、釈迦牟尼仏は、仏や偉大な聖者に備わる32の大人相のうち、頭頂に自然に盛り上がった日経と眉間に白く光る白毫相の2つの相から神々しい光を放ち、その光は遥か東の彼方へと向かい、108万億那由他といったガンジス川の砂の数ほど計り知れない多くの仏たちの世界、そのすべてを余すところなく照らし出しました。そして、釈迦牟尼仏は次のように語りかけました。この光が照らし出す、この無数の世界のさらに向こうに、上皇正言という名の国がある。その国には、上下宿王地如来という仏がおられるのだ。そしてその如来には、大具、小変地、妙行足、善税、世間下、無常寺、上後上部、天人師、仏、世尊、といった、これら10の尊き称号を備えておられる。その如来は、無量無辺なる多くの菩薩たちに囲まれ、敬われながら、その大いなる衆のために、法を説いておられるのだ。そう語られると、釈迦牟尼仏の白毫から放たれた光は、その上皇正言国のすべてをも、輝かしく照らし出していました。すると、さらに釈迦牟尼仏は、語り続けました。上皇正言国の中に、一人の菩薩がおられ、その名は、妙音菩薩と言われる。この菩薩は、遥か昔より、良き行いの功徳を深く、そして根本から積み重ね、無量なる、百、千、万、億といった、数えきれぬほど多くの仏たちに、供養を尽くし、仕え、親しく接しながら、修行を重ねてこられたのだ。その修行の果てに、妙音菩薩は、仁のなる知恵を、ことごとく成就され、妙道相三昧、法華三昧、上徳三昧、宿を受け三昧、無縁三昧、死因三昧、下一切主上五言三昧、修一切功徳三昧、使用上三昧、人数有下三昧、エコ三昧、小、言の有三昧、上光明三昧、上造三昧、不具三昧、一千三昧、を得ておられ、このように、妙音菩薩は、百、千、万、億といったガンジス川の砂の数ほど、数えきれぬほどの三昧を、ことごとく得ておられるのだ。そう語り終えた釈迦牟尼仏の光は、その尊い妙音菩薩のお姿を、照らしました。すると、妙音菩薩は、自らの仏である、上下宿王地如来に、こう申し上げました。世尊よ、私はこれより、娑婆世界へと赴き、釈迦牟尼仏を礼拝し、親しくお仕えし、心から供養を捧げとうございます。さらにその地では、文殊師利法王子菩薩、薬王菩薩、湯勢菩薩、宿王家菩薩、上行位菩薩、正言王菩薩、薬上菩薩、これらの尊き菩薩方にも、ぜひお目にかかりとうございます。その時、妙音菩薩の申し出を聞いた、上下宿王地如来は、妙音菩薩にこうお告げになりました。よいか、妙音菩薩よ、そなたが向かおうとしている、娑婆世界を、決して軽んじたり、卑しい世界だと侮るような心を起こしては、ならないのだ。よく聞くがよい、妙音よ、かの娑婆世界は、
地は高低に満ち、平らではなく、大地には土や石、そびえ立つ山々が入り乱れ、その上、汚れや苦しみが満ちて溢れておるのだ。また、釈迦牟尼仏のお姿も、そなたの目には小さく映るであろう。そのもとに、集う多くの菩薩たちの姿も、また、そなたに比べれば、小さく感じるかもしれぬ。なぜなら、そなたの身は、42,000由旬、そして、私の身は、680万由旬の大きさを持っておる。そなたの身は、この上なく端正な姿を持ち、100、1000、万の福徳を積み、その身からは、まばゆい光明を放っているものだ。だからといって、そなたが、シャバ世界に赴いたその時に、釈迦牟尼仏の国土を軽んじたり、もしくは、釈迦牟尼仏や菩薩たち、さらには、彼の国土に対して決して、小さい、劣っているなどと、下劣なる心を起こしてはならぬのだ。すると、妙音菩薩は、上下宿王地如来に向かって、こう申し上げました。世尊よ、私がこれより、シャバ世界へと赴くことは、それはすべて、如来の持つ偉大なるお力によるものであり、自在なる人数と、深い自費心からの行いによるものであり、そして何より、如来の功徳と、澄み切った知恵で称言された、ご加護あってのことと存じております。こう申し上げると、妙音菩薩は、その座から身を起こすこともなく、微動だにせぬまま、静かに深き三枚の境地へと入られ、そして三枚の神秘なる力を持って、遠く離れた領寿仙の宝座へと、わずかの間に姿を近づけられ、そして、84,000もの多くの宝でできた蓮華を作られたのでした。その蓮華は、天界の黄金である、円武断言を茎として、白銀が刃には使われ、金剛のごとき、固く清らかな輝きを主とし、堅粛果報を、その蓮台として称言されていました。その時、文殊師利法王子菩薩は、忽然と現れた、このまばゆき84,000の宝蓮華を目にして、釈迦牟尼仏にこう尋ねました。世尊よ、これは一体、いかなる因縁によるものでしょうか。今ここに、数えきれぬほどの蓮華が忽然と姿を現しました。その数は、1000万にも及ぶ蓮華があり、その一つ一つは、天界の黄金、円武断言を茎としており、清らかなる白銀を刃としており、固く笛の金剛を主にして、そして、堅粛果報という、極めて稀有な宝を蓮台としております。すると、釈迦牟尼仏は、文殊師利に語りかけました。文殊よ、これはな、偉大なる妙音菩薩摩訶薩という、遠く、上下宿王地如来の仏国土より、84,000の菩薩たちに囲まれながら、今まさにこのシャバ世界へと訪れおられ、彼は、この私を供養し、親しく近づき、心から礼拝し、敬いたいと願っておられるのだ。そしてまた、この法華経を、自ら供養し、深く弔問し、称えるために、遥かなる仏国土より来られるのだ。すると、文殊師利菩薩は、釈迦牟尼仏に向かってこうお尋ねしました。世尊よ、この妙音菩薩とは、一体過去にどれほど、深き善根を植え、いかなる功徳を積み、このような偉大なる、人図力を身に備えるに至ったのでしょうか。彼は一体、どのような三枚を修して、その身の輝きと、変化、意義と行動を示しておられるのでしょうか。どうか、願わくは、この我らのために、この三枚の名をお示しくださいませ。私たちもまた、この三枚に努め、精進して修行したく存じます。もしも私たちが、あの三枚を修行し、身につけることができれば、まさにその時、私たちは初めて、妙音菩薩の神秘なるお姿の大小や、その気高い所作、立ち振る舞いや、歩みまでも、明らかに見て取ることができるでしょう。どうか、世尊よ、この大いなる、人図力をもって、間もなくこの世界に来られる妙音菩薩のお姿を、この私にも、はっきりとお示しくださいませ。その時、釈迦牟尼仏は、文殊師利にこう告げられました。文殊よ、ここにおられる久しく、涅槃に入られた、他方如来が、今、まさに、
そなたたちのために、間もなく妙音菩薩のお姿を示されるであろう。すると、多宝如来は、妙音菩薩に向かってこう呼びかけました。良き者よ、こちらへ来たれ。文殊師利法王子が、そなたの姿をこの目で見たいと願っているのだ。その言葉を受けた妙音菩薩は、自らが住まう国において、まさにそこで命を終え、すぐさま新たな命を得て、84000の菩薩たちと共に、娑婆世界へと向かわれました。彼らが向かってくる道筋にあるすべての国々の、その大地は、すべて6種にわたり大きく震え、すべての者たちが、七宝の蓮華を降り注がせながら、100、1000の伎楽が、自然と鳴り響き渡りました。さらに、この妙音菩薩の目は、青き蓮華の葉のように、広く、深く、慈しみに満ちておられ、それは、たとえ、100、1000、万の満月を並べても、なお、彼の顔の端正さには及ばぬほどでした。またその身は、純金のような輝きを放ち、無量なる100、1000以上の数えきれぬ功徳により荘厳されておられ、さらにその意向は、盛んにして、あまねく世界を照らし出し、その姿は、完全にして、まるで、奈良縁のように、堅固で、動じることのない力を宿しておられるのでした。そして、妙音菩薩は、七宝からなる蓮華の台に身を乗せ、虚空を舞い上り、地上からは7本のたらじほどの高さまで至り、84000の多くの菩薩たちに囲まれながら、この娑婆世界の領受線へと到着しました。到着して、すぐに、七宝でできた台座から降りられ、価値が100、1000にもなる要楽を持って、釈迦牟尼仏のもとへと歩み、頭と顔をその御足にこすりつけて礼拝し、要楽を捧げてこう申し上げました。釈迦牟尼仏世尊よ、上下宿王地如来は、世尊のことをお見舞いになられておられます。ご病気やご煩悩も少なく、日々のお過ごしは軽やかで、安らかでいらっしゃいますか？次第は落ち着いておられますでしょうか？世の中のことは耐え忍ぶことができる状況でございますか？衆生たちは狂気しやすいでしょうか？むさぼり、怒り、愚かさ、嫉妬、ケチ、おごりが多くはございませんか？父母への感謝や敬いを忘れ、孝行をなさぬ者、修行僧を敬わぬ者、我と欲によるこだわりにしがみつくような、誤った見解と不全なる心を持ち、5つの情、喜、怒、愛、楽、愛といった感情を抑えることができないものはございませんでしょうか？釈迦牟尼仏世尊よ、衆生たちは、よく様々な魔や怨敵を打ち勝つことができていますか？久しく、涅槃に入られた、多宝如来は、七宝の塔の中におられて、今も来臨して法をお聞きになっておられますか？さらに、多宝如来のご様子もお尋ねさせてください。安らかにして悩みも少なく、よく耐え忍びながら、今もなおこの世に長くとどまっておられるのでしょうか？釈迦牟尼仏世尊よ、どうか、私にその多宝如来のお姿を見立て祭りたく、存じます。どうか、世尊よ、私にそのお姿をお見せくださいませ。その時、釈迦牟尼仏は多宝如来にこう仰せられました。この妙音菩薩にあなたのお姿をお見せしたいと思うが、いかがか。すぐさま、多宝如来は妙音菩薩にこのように告げました。よくぞ、そなたはよくぞ、釈迦牟尼仏を敬い供養し、さらには、法華経を聞き、そして、文殊師利らに会うために、ここへ参られた。と、多宝如来は、妙音菩薩へ告げられました。その時、解徳菩薩は、釈迦牟尼仏にこう申し上げました。世尊よ、この妙音菩薩は、いかなる善根を積み、いかなる功徳を修して、このような偉大な神通力を得ておられるのでしょうか。すると、釈迦牟尼仏は、解徳菩薩にお答えになりました。過去に、ある如来がおられたのだ。その如来は、雲来音能如来と言われ、タダーカド、アラカ、三脈三ブッダといった尊称を得ておられた。その如来の国は、現一切世間と名付けられ、その時代は、危険と呼ばれていた。妙音菩薩は、12000歳もの長きにわたり、10万種に及ぶ伎楽をもって、
供養を捧げ、また、84,000の七宝でできた鉢を奉納したのだ。この因縁と、その果報によって、今、妙音菩薩は、上下宿王地如来の国に、生を受け、このような神通の力を備えているのである。釈迦牟尼仏は、続けて、化徳菩薩に、お告げになりました。化徳よ、そなたはどう思うか？かつて、雲羅四王如来のもとに仕え、長年にわたり、義学をもって、供養を捧げ、さらに無数の宝器を奉納したその妙音菩薩とは、一体誰であろうか。それこそが、まさに、今ここにいる、この妙音菩薩摩訶薩なのだ。化徳よ、この妙音菩薩は、遥か昔より、無料の如来たちに仕え、親しく寄り添い、久しくして、善根を積み重ね、徳の根を深く植えてきた。さらには、ガンジス川の砂の数にも、等しき、百、千、万、億、なゆたという、計り知れぬほど多くの如来たちに巡り合い、教えを受けてきたのである。化徳よ、そなたには、ただこの妙音菩薩の実が、今ここにあるように見えるかもしれぬ。だが、実のところ、この菩薩は、自在にその姿を変え、あらゆる地に現れては、無数の衆生たちのために、この法華経を説き続けているのだ。ある時は、梵天皇の姿となり、ある時は、帝釈天の姿となり、またある時は、自在天の姿となり、ある時は、大自在天の姿となり、天界の主として、法を説くこともあるのだ。ある時は、天の大将軍の姿となり、ある時は、毘沙門天皇の姿となり、人々を守る姿で現れることもある。ある時は、天輪女王の姿となり、ある時は、諸国の将王の姿となり、王たちに真理を語ることもある。ある時は、止める長者の姿となり、ある時は、家を守る孤児の姿となり、ある時は、政治を司る宰官の姿となり、ある時は、聖なる学問を尊ぶバラモンの姿となり、人々の間に入り、仏の教えを伝えることもある。ある時は、出家した出家僧の姿となり、ある時は、在家の者の姿となり、修行する者に寄り添うこともある。ある時は、長者や孤児の婦人の姿となり、ある時は、宰官の婦人としての姿となり、ある時は、バラモンの婦人の姿となり、ある時は、幼き童男、童女の姿となり、ある時は、天、竜、夜叉、ケンダッパ、アシュラ、カルラ、キンナラ、マゴラが、人や目に見えない存在としての姿となって、この法華経を説くのだ。そして、あらゆる地獄、餓鬼、畜生といった苦しみの世界に迷う者たちや、災難と困難に満ちた場所にいる者たちであっても、ことごとく救い導く力を持っているのだ。さらには、王の後宮にさえ姿を現し、姿形を変え、女人となって、この法華経を説き続けているのだ。化徳よ、この妙音菩薩こそ、シャバ世界に生きる、無数の衆生たちを、深い慈悲と知恵によって救い守るものなのだ。この妙音菩薩は、このように様々にその姿を変えて現れ、このシャバ世界に身を表し、多くの衆生たちのために、この法華経を解き明かしているのだ。しかも、神通力によって、変化自在の力によって、そして、深く澄んだ知恵の光において、この菩薩の力が損なわれることは、決してないのだ。この妙音菩薩は、多くの知恵の光で明るくするためにこのシャバ世界を照らし、すべての命あるものに、それぞれが本来持つ知恵の目を開かせるのだ。そしてこれは、この世界に限ったことではなく、十方に広がる、ガンジス川の砂の数ほどもある、無数の世界においても、妙音菩薩はまた同じように、姿を変えて現れ、あらゆる衆生のもとにあって、法を説き、衆生の心を導いているのだ。もし、正門、すなわち出家して修行し、声によって、悟りを得ようとする者を救うべき時には、妙音菩薩は、自ら正門の姿をとって現れ、その者にふさわしい言葉で法を説き、また、縁起を感じて自ら悟る薬師仏を導くべき、時には、やはりその姿に変じて、その者にふさわしい言葉で法を説き、さらに、菩薩として、衆生を救うべき者には、菩薩の姿となって現れ、
そのものにふさわしい言葉で法を説き、そしてもし、如来の姿によってこそ救われる者がいるならば、その時は、妙音菩薩は、まさに如来の姿を表し、仏の教えを、その者の心に届くように法を説くのだ。このようにして、誰を、どのように救うか、そのすべてを見極めた上で、必要とされる姿に変化し、衆生の前に姿を現すのだ。さらには、もし、涅槃、いわゆる滅度の姿を見てこそ、心を開き、救われる者がいれば、そのように滅度を示してまでも、法を説いて、示すのだ。ケトクよ、この妙音菩薩摩訶薩は、こうした偉大なる神通力と、変化自在の力を、すでに成就しており、まさにこのようなことで、成しておるのだ。すると、ケトク菩薩は、釈迦牟尼仏にこう尋ねました。世尊よ、この妙音菩薩は、誠に深く善根を培い、限りない功徳を積まれて来られたのでしょう。世尊よ、この妙音菩薩が、一体どのような三昧に入ることによって、これほどのように、あらゆる場所で自在に姿を変え、多くの衆生を導くことがおできになるのでしょうか。すると、釈迦牟尼仏は、ケトク菩薩に告げました。良き者よ、妙音菩薩が備える、この三が舞は、現一切色心三昧というのだ。妙音菩薩は、この三昧の中において、無料の衆生たちを、利益で満たす力を成就しているのだ。と、釈迦牟尼仏が、この、妙音菩薩本を、お説きになられたとき、妙音菩薩と共に来ていた84000の、大菩薩たちも、皆、ことごとくこの現一切色心三昧を得ることとなり、さらに、この娑婆世界にいる無量なる多くの菩薩たちもまた、この現一切色心三昧と、仁のなる堕にを得ることができました。やがて妙音菩薩摩訶薩は、釈迦牟尼仏と、他方如来の仏塔を敬い、供養し終えると、自らの国へと戻られました。その道すがら通った多くの国々は、六種の神道に包まれ、宝の蓮華を空から降り注がせ、百、千、万、億といった数えきれぬほどの様々な伎楽が奏でられました。そして自らの仏国土に到着して、84000の菩薩たちが、その周りを囲み、上下宿王地如来のもとへと参り、妙音菩薩は、上下宿王地如来にこう申し上げました。世尊よ、私は、娑婆世界にて衆生を豊かに、利益で満たし、釈迦牟尼仏をあいたて祭り、さらには、他方如来の仏塔までも見立て祭り、礼拝祝用いたしました。また、文殊師利法王子菩薩や、薬王菩薩、徳言精進力菩薩、湯勢菩薩らをお見受けいたしました。またさらに、この、共にした84000の菩薩たちまでをも、現一切色心三昧を得ることができたのでございます。こうして、釈迦牟尼仏が、この妙音菩薩の来要した章を、お説きになられたとき、42000の天使たちは、一切の消滅を超えた真理である無生法忍を得ることができ、さらには、ケトク菩薩もまた、深き法華の境地、法華三昧を得て、揺るぎなき悟りの知恵を、その身に宿し、この章は静かに幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経妙音菩薩本第24では、妙音菩薩が示された、現一切色心三昧という深い境地と、その三昧によって、無量の衆生を利益していく、まさに菩薩の真の姿が描かれていました。前回の薬王菩薩本寺本では、私たちに究極の真言を説いてくださいました。その上で、釈尊は、この章を通じて、私たちに単に教えを学ぶだけでなく、自らの心身を仏の姿と一体化させるほどの深い三昧に入り、多くの人々を救い導く、菩薩の真実の姿を伝え、知恵を与えてくださったのではないでしょうか。また私たちがよく耳にする、この三昧ですが、私たちは日常においてよく没頭するという意味で使うことがあります。また、仏教一般においては、心を鎮め、深い禅定に入った、精神統一状態と理解されることが多いでしょう。
けれども、法華経における三昧とは、単に内面を鎮めることではなく、むしろ、深く静まった心で、他者の思いに入難に寄り添い、その心を開くための知恵と慈悲をもって導く、そんな菩薩の柔らかな姿勢を意味しているのです。妙音菩薩が示した三昧の力は、まさにその象徴とも言えるでしょう。また、釈尊は、方便法において、開示語入の教えを説かれました。つまり、相手の心をまず開き、そこに、仏の知恵を示し、理解を悟らせ、最終的には、その人自身が仏の境地に入るよう導く、この順序こそが、法を伝える上での大切な道筋であります。私たちは、ついつい自らの宗派や宗教観に固執してしまうことがあります。この教えでなければ救われないと、知らず知らずのうちに、他者を遠ざける態度をとってしまうことも少なくないことでしょう。けれど、そうした私たちの堅くなな姿勢というのは、実は、仏の慈悲とは、かけ離れた、ただ単に、私たちの我や欲による固執であるかもしれません。だからこそ、私たちは、まず、入難な心を持ち、相手に合わせ、心に寄り添い、その人の歩みに調和しながら法を伝えていくことが、何よりも大切であり、そこに慈悲を前提とすることが必要です。柔らかな心で、共に歩み、仏の知恵と慈悲をもって、人々を導いていく、それが、菩薩としての第一歩であり、真の三昧の姿なのではないでしょうか。私たちも、この妙音菩薩本を通じて、心を柔らかくし、純粋な慈悲と知恵を育みながら、日々の生活の中で、仏道を実践して参りたく願います。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の妙音菩薩本第24についてお話ししました。次回は、観世音菩薩符文本第25の深い教えについてお話しします。もし、この動画が皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。